目の前で。よいしょよいしょ。おお、やばい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 。やった、ヒラメだヒラメだヒラメいた。おお、目の前で。おお、ピックアップ寸前。シーバスだ。おお、やばいやばいやばい。おお、こんなことあるんだな。おお、おお、こんな静かな漁港の中でもいるんだね。ちょっと向けないな。スロープまで持っていこうか。よし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 、ランディング。ランディング成功。いや、予期せぬ大物だったな。びっくりした。サーフがねちょっと荒れてたんで、漁港の中でねヒラメ狙ってみようかなと思って来たらね、2投目ぐらいでねシーバスが釣れましたね。サイズはね65センチぐらいありそうですね。ちょっとね予期せぬ大物でびっくりしてるんですけれども、2021年のねファーストフィッシュはシーバスでした。やりました。ルアーはね、ヒラメを狙ってたんで、このパワーシャットのね、暴走プラチナキスですね。ジグヘッドは 21g です。いやー、ピックアップ寸前のバイトでしたね。びっくりしました。はい、車からねネットを取ってきました。やっぱダメですね、油断しちゃ。ちょっとね釣りするだけだからそんな大した大物釣れないだろうとかって思ってるとね、こういうことになりますから、やっぱネットはね常に持っとかなきゃダメですね。いやー、驚いた。今日は結構冷え込んでる。元旦のね、しかも時間12時過ぎですよ。真っ昼間ですよ。いるんですね、こんな漁港の中に。特にしかもストラクチャーについてるとかっていうわけでもなくて、追っかけてきてたのかな。ピックアップ寸前で見えるとこでガツンでしたね。いやー、やっぱ釣りってやってみないと分かんないな。今なんか当たったな。なんだろう。今フォールに入った瞬間なんか当たったな。あ、歯型っぽいのがある。ヒラメかな。なんだろ
またシーバスだったのかな。え、オンボロロット目とうとう壊れやがったか。高校生ぐらいからね使っていた安物のエギングロッドが、壊れてしまったんで、いつもねサーフで使ってるロッドに持ち替えてきました。本当はねこういう足場の低い漁港でね釣りをするんだったら、さっき使ってた竿がね 7.6 フィートだったんですけれども、7フィートからね8フィートぐらいの短い竿の方がやりやすいんですけどね。この竿はね9フィートちょっとあるんで、サーフとかね飛距離が欲しい時はいいんですけど、こういう漁港だとね取り回しが効きにくくって本当はね使いづらいんですよね。でもねこれしかないんで仕方ないですね。これでやっていきましょう。よし、食った食った。よっしゃ、なんやろ、結構大きいぞ。なんやろこれ、エイかな。エイやな。いやこれエイやな、多分エイですね。上がってこないから多分エイじゃないかな。これは無理だ。これは化け物みたいなエイじゃないか。これはちょっと無理だな。あ、切れた。切れました。さあ気を取り直してやっていきましょうか。いや布団みたいなエイだったな。お、食ったよ。シーバスだ。おお、なんか全然抵抗しないぞ。手前で暴れそうだ。なんかエイの話してたらまたシーバス食った。シーバス入ってんじゃない、いっぱい。よし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 、今度はネットがあるからね。お、丸飲みだ。気を取り直してやるかとかって思ってたらシーバス来た。でかいな、70センチぐらいありそう。おっと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 、よし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 。おお、やばい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 。手前でめっちゃ暴れる。でも結構がっつりかかってるからバレないと思うんだけど。よし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 よよし、取ったー。よいしょー。はい、2本目のシーバス釣れました。エイが釣れてね、釣りに復帰してすぐのねヒットでしたね。今度のやつはねサイズは70センチは優にありそうですね。75センチぐらいじゃないでしょうか。結構ね丸々太ってまして、さっきのシーバスも結構太ってたんでベイト何かなと思ってたんですけれど、これ多分ねヒイラギかなんかですね。このシーバスね釣った時に吐いたんですけど、アジじゃなさそうですね。ヒイラギかこの白かちょっとわからないですけど、消化されちゃってるんでね、そのあたりの魚ですね。やりました。いいシーバスです。いやーびっくりですね。こんな真っ昼間の静かな漁港の中にあんなねでっかいシーバス入ってるんですね。でベイトが分かったんでね、このワームで釣れた理由がなんとなく分かったんですけれども、さっきね吐き出したベイト結構ね、体高のある大きいね魚でしたね。この白なのかヒイラギなのかアジじゃなかったですね。なんかそういう魚だと思うんですよね。で多分ですけどね、ちょっと深いところに
ボトム付近にいるようなベイトフィッシュなんじゃないかなって思います。そういうのをね食べてるんで、ボトム付近でねヒラメを狙ってるこのねワームに食ってくるんだと思います。1匹目のシーバスもそうでしたけど、ルアーをボトムにつけて、で巻き上げてね来る時に食ってくるような感じだと思いますね。たまたまベイトフィッシュのね習性というか動きに合った動きをしてるんでしょうね、多分ですけど。ちょうどいいですね。ヒラメを狙うパターンと同じような感じでねやれるんで、ちょうどいいですね。シーバスも一緒に狙えて。よし、と食ったよ。よし、食ったお、ヒラメだ。やった、ヒラメだ。ヒラメいた。よし、まあまあいいサイズ。やっぱヒラメ入ってましたよ。ヒラメ慎重に50センチはないけど45ぐらいあるかな。よし、危ない。入ってない。よし、取りましたよ。よし、はい、やっとね、本命のヒラメ釣れましたね。満潮付近で夕方にね重なった時間でやっとねヒラメが食ってきてくれましたね。やっぱりねヒラメって夕方にね活性が上がるんですね。こんなね漁港の奥地ですよ。こんなところにもねヒラメがいたりシーバスがいたりするもんですからね、本当に釣りってね分かんないですよね、やってみないと。1ルアーはね、エコギアのねパワーシャット、今日はね全部これですね。やりました。いかがだったでしょうか。サーフではないところでねするヒラメ釣り、意外とねこういう漁港とか防波堤とかねそういうところでも、そこがね砂地であればヒラメってね意外といるもんですから、サーフがね荒れてしまっている時とか風がね強い時とかはこういうところにね避難してヒラメを狙ってみるっていうのもね結構面白いですね。でね、やっぱりね鍵になるのはベイトフィッシュだと思います。イワシが入っているとかね、アジが釣れてるとか、あとはねシーバスが釣れてるとか、タチウオが釣れてるとか、ヒラメ以外のねフィッシュイーターが釣れている時なんかもやっぱね同じくベイトフィッシュにねヒラメも寄ってきますから、そういう時にね、狙いに行ってみると意外とねいい思いができるかもしれません。2021年もねどんな釣りができるか楽しみですね。皆さんも良い釣りを。では今日はこの辺で。バイバイ。